にございます。出発です。もうすごいね、朝からなんか混んでる。めちゃくちゃ混んでるね、うん、今は長島だね。長島町ってところ、はい、これから天草の方に行くのにずっとこの島かな。もうこれそうだよね、長島っていう島なのかもしれないね、うん、わかんないけど。なんでちょっとずっと海沿いを出て、まずはお昼ご飯だね。朝昼ご飯を食べて海鮮を、はい、で天草に行きます。はい、すごいブーケンビリアの歌だって。そんなのあるの？咲いてんのかな。咲いてるだろうね。今結構道路沿いで咲いてるもんね。おー、海見えてきた。綺麗だね。さあ今からはね、うん、長島大陸市場食堂っていうところ、おー、もう長島の先っぽ。お、出てる。おー、近っ。うわ、混んでるね。すげえ。ここは何？ここだよ。漁協？ね、で、お店はどこなんだろう。そこだね。何番目？ 4 番目。お、すごいじゃん。うすごいね。45分前で4番目。今日はブリオ定食と刺身定食。すごいじゃん。ブリオ、太陽、タコ大王の刺身。あ、こんなんもあったんだ。海鮮丼も。すぐに満席。すごいね。結構席あるのに。こちらがブリオ定食。こちらはこれすごいね。めちゃくちゃ大きい。ブリカモね。にお刺身。美味しそうなお刺身です。こちらはお刺身こっ定食。ちはブリオ、太陽、大タコ大王だったかな。食べてみよう。ブリさっきね試食で、あ、これからでいい。ブリもなんか3種類あんだね。へー、すごい。ブリからやっぱりいただきます。すんごいよ。美味しい？油すごい。へでー、なんかねシャキシャキ。あ、そうそうそう、うんさっき食べたのもそうだった。すんごい美味しい。歯ごたえがある。うん。すごいよね。おお、うまっ。やばい。次は太陽、太陽、太陽。太陽いただきます。あ、うまっ。ねっとり。なんか昆布締めしてないけど昆布締めしたみたいな歯ごたえ。うまい。タコはタコっていうの？最後はタコ大王。タコ太陽。うまい。うまい。なんだろうこれ、洗いかな。何これ。これは生姜なの？ね。いただきます。油がすごい。すごいよね。歯ごたえも。美味しいね。ここなんかすごいもんね。腹のところ。なんかいろんな部位入れてくれてていいね。ね、うん。さっきより油が結構ある感じ。これすごいんじゃない？これ？これ。すげえそれ。油がすごい。相当わさびのっけた方がいいかも。うん。すごいよね。歯ごたえがシャキシャキ。このブリカマめちゃくちゃ美味しい。もうほんと臭みゼロだよ。そりゃそうか。うん、美味しい。超美味しくない？やうん。
ごいね。うん。食べるとこいっぱいある。ね。美味しかった。すごい混んでる。あ、駐車場もいっぱいなんだ。すげえ。大混みだね。すごいね。すごいね。おお。こんな混むんだね。ねえ。11時半だよ。まだ始まって30分なんだけどね。もうお店の人嫌になっちゃうだろうね。ねえ始まって30分でこんなんじゃ。ねえ。美味しかった。美味しかったね。すごいね。歯ごたえと脂と。うん。もうなんかステーキのサーロイン食べてるみたいな。ああ、もうそんな感じ。ね。だから不思議なのがすごいトロみたいな脂の多いとこ食べてもさ、うん。油は溶けていくけど食感は残るのね。そうそうそう。すごい不思議だよねシャキッてするの。ちょっとマグロの大トロとは違うね。違う違う。でも油自体は大トロぐらいあるんだけどね。うん。不思議。美味しかったです。美味しかった。よし、ではちょっともうちょっとさ、島の先の方にずっと行ってみよう。そうだね。隣の島にね渡れるみたい。へ橋でね。ー。で天草にフェリーで行ってもいいんだけど、うんちょっとね2時間ぐらい、2時間3時間ないんだ船が。うん。うん。だから一回戻って熊本の方から北上してってもいいかなと思って。そうだね。まあ行って考えようか。はい。うわー、すげえ。あー、めちゃくちゃ綺麗。水がすごいよ、そことか右もすごい。ね。うあー、ここら辺で散歩とかしたら楽しそうだん。ね。ね湾だから怖くないしさ。え。うん。でも結構流れがあった。あ、細いからそうそうう。そう。あ、でも船でなんかやってるね。釣りしてる。今ここはね小浦島っていうところ。小浦？うん。へえ。天草諸島の一つ、あ、そうなんだ。長島列島の一つだって。鹿児島県。あ、やっぱ鹿児島も天草諸島の一部なんだね。人口は500人です、この島。約500人。うん。結構いるね。すげえ、スタンドあんだ。ガソリンスタンドあった。ねエネオスだよ、しかも。え。船用かと思ったら違うもんね。違う違う、車用。お、すごいじゃん。ここフェリーターミナルじゃない？ここだっ。ちょってと見ていこうか。いいところじゃん。天頂、あ、天草と長島だね。ああ。お、出てっちゃった。いやー、いいところだね。フェリーはね、やっぱり臨時便は出てなくてうん。ダメだったから、こっち側をちょっとフラフラして長島を、うんうん。で水俣の方から熊本市の方に上がっていこうかな。はい。すごい。養殖も。おー、すごいね。うん。ここはいいのかな。いいんだよね。九州といえばヨーグルッペでしょ。うん。うん。いただきます。あ、美味しいな。美味しい。マミーみたい。美味しい。いいね、今日は天気良くて。ポカポカ。最高ですね。ねえ。
長島。いいね。すごいのんびりしたとこだね。のんびりしてる。いい感じです。でも日本一小さいエディオンかも。これすごくない？めちゃくちゃ小すさいね。げえ初めて見たあんな。うおー、何あのビーチ。ねえ、すごくない？あんな綺麗なの？日本じゃないみたい。すごい綺麗だ綺ね。麗だね。すごいね。この白いじゃん、砂が。ビーチがすごい。ねねえ。いいとこ知ってるね。え。ここだね。ここか。開いてない、開いてるか。奥の方開いてる。開いてるね。いっぱい。あ、いっぱい開いてるじゃん。大丈夫。いいね、この海。ここのシャワーが使えたらもう絶対泳いだな。泳いだね。ねえ。今日持ってき忘れたからさ、うんお水を、シャワー用の水をね。そうだね。あったら絶対入っただろうな。超綺麗だもんね。しかも今26度もあるからさ、余裕で泳げる。でね、この丘の上がさ、温泉みたいだから、ちょっとのんびりも今日はここでしてさ、夕方お風呂入りに行こうかな。そうだね。いいよね。いいね。それで移動ばっかりで疲れちゃうから。そうだね。たまにはね。そうそう。これを行くと多分漁港の方に出れると思うんだけど、どうでしょう。あれ？ここも綺麗だね。この漁港もすごいよ。みんな釣りしてるじゃん。ね、ちょっとここにのんびりしましょう。椅子でも出して。はい。おお、めちゃくちゃいるじゃん、オリイカ。これ。おお、いるいるいる。
さかウインナー。ウインナーフィッシングですさあ釣れるでしょうか。後ろにサバがあるよ。高級なお刺身用サバが。イカがさ、息が大きすぎて食べなかったけど、こう食いついたよ。食いつくんだけど大きすぎて針に引っかからなくて何回も来たけど逃げてたね。この時期なんだね、ちっちゃいのは。神戸だと8月9月ぐらいだったけどね。いやー、のんびりしたね。今6時半、4時間ぐらいいたね。釣れずまあしょうがないよね。お昼寝みたいなもんだから。すぐそこに温泉があるからさ、温泉入ってもう涼しくなるでしょ。もう涼しいよちょっとねえ。お、何ここすごいじゃん。すごいね。絶景を見ながらレストランだ。蕎麦屋さん。あ、これ道の駅だな。お、混んでるね。混んでるね。止めてみたいんだけどな、夕焼けを。入れるかな。入れるよね、どこかしらは。わあ、いっぱいか。あー、大丈夫かな。どう？ちょっとあるね。ああ、いいね、なんかここ。ポテトハウス。紅葉。絶景でしたねえ。ポテトハウス紅葉。道の駅だね。もうなんかみんな楽しそうだね、この道の駅はいいね。釣りの人が多いのかな。釣りの人、あ、すごいよ。船2人とも船引っ張ってさ。わあ、すげえな。すごいね。超いいもん食べてんじゃないいいな。魚をね焼いて食べてる。入れてくんないかな。食べたいねすげえ。あ、温泉もここか。温泉この上だって。すごいね。長島温泉センターっていうところ。ああ、上もさらに眺めがいいんじゃないのこれね。わ、すげえ。ここから見てもよかったね。ね、超いいところにショッピングカーがいるじゃん最高の最高の駐車場。 OK、 到着。はい。すげえ眺め、ここもすげえ。天草がよく見えてます。この絶景の温泉か。すごいんじゃないこれ。温泉どれだ。あそこか。すごいね、しかし眺めが。何ここ。いやー、露天風呂からの眺め。あれか、露天風呂。へえ。350円安っ。家族分の1000円なんだ。あー、気持ちいい温泉でした。気持ちよかったね。よかった。男性のさ、お風呂は露天風呂どういう風になってるの？あ、もう海がすげえ見えたよ。駐車場もいっぱい。ついたてとかなかった。そうなんだ、やっ海ぱり。が見えて、天草が見えてたよ。駐車場丸見えだったけどいや、いいとこだったよ。いや、なんかしょっぱい。そうそう、塩系だったね。気持ちよかった。気持ちよかった。なんせ安いね、鹿児島は。安いね。350円。そうそう。なんか家族風呂今日やってなかったけど1000円って書いてあったし。ねえ。ちょっとなんかおかしい値段がね。さあ、では長島を後にして今鹿児島県だけど、熊本に抜けてこうかな。とりあえず夕飯食べないとね。
なんで道の駅水俣っていうのかちょっとわかんないんだけど、そこまで1時間ぐらいで行けるから、そこまで行って夕飯にしようかな、とりあえず。で、明日はね、ちょっと熊本の、この前もちょっと通ってるんだけど、菊陽町が今ニュースでよく出てるじゃん。バブリーっていうか、台湾の半導体工場が来てさ、めちゃくちゃバブリーというか時給がすごいって言って、雇用がね、なんかなかなか中小が困ってるとかね、もう TSMC の初任給が30万近いんだよ、もう。初任給で？そうだから熊本県庁の初任給の6万も7万も多いの、でそれが基準になっちゃってるから他が大変だとかで、ちょっとバブルなの。そうなんだね。で前はちょっと前冬にニセコに行ったじゃん、あれはインバウンドで盛り上がってて、観光でさすごい盛り上がって時給がすごかったけど、スキヤとかの、そうだね。こっちはそういう半導体工場が来て、ちょっとバブルに沸いてる街なんで、まあ多分ねそんな見ても分かんないと思うんだけど、街がなんかすごいなんかできてるとかないと思うんだけど、ちょっと見ていこうかなと思って、実際どんくらいの時給で募集してんのかなっていう。まあそんくらいわかるじゃん、張り紙してるじゃん多分、なんでちょっと明日あそこに行こうかなと、もう熊本市のベッドタウンだから、熊本空港のすぐ横だね。だから熊本市からだと、熊本駅からだと阿蘇に行く途中に絶対通ってると思うんだよね。そこらそういう位置関係のところなんで、ちょっと明日行ってみましょう。さあ戻ってきた、島から出ちゃいました。長島良かったな。良かったね。めちゃくちゃ良かった。ゴールデンウィークなのに空いてたしさ、のんびりできた。海も綺麗だったしね。まっすぐ入るんだって。ああ無料のね、なんかずっとあったよ。昨日もずっと俺高速乗ったもん、鹿児島のあっちの方から、すごいね。霧島の方から20キロ以上乗ったよ。全然車いなかった。そんな快適な道があるんだ。そう熊本と鹿児島は便がいいんじゃない、ね。こっち側のが近いからね、なんか九州を下に降りるの、そんなイメージじゃない。新幹線もこっち通ってるしさ、ね、確かに博多から熊本に出て、鹿児島に行った方が、大分の別府回って宮崎から鹿児島だと結構なんか遠い。そうだね、遠いよね。これどっち？左だ。それは左でしょ右行ったら鹿児島だもん。終わっちゃったいいじゃん。お金出せばあるんじゃないの？いや多分繋がってなくない？道がだって。あ、そうか。そっちになんか違うか、これは高速か。あ、泉か、もう泉市か。水俣に入ったら熊本県。よかったなぁ、鹿児島。鹿児島すごいよかったね。トータル1週間以上いたんじゃないかな。ね。まあ天気が悪かったからね、いろいろ行けなかったけど、島に行きたかったけどね。そうなのよあと鹿児島のさ、有名なところ観光できなかったんだよね。島津家のなんだったっけ、忘れちゃった。まあだけどね、結構端っこの方行けて楽しかったね。海門岳とか、あっちの佐多岬とかのんびりしててよかったな。よかった。はい、熊本県に戻ってきました。戻ってきました。水俣市です。はい。ここら辺は初めてだね。人吉ぐらいまでかな、俺らが行ったことあるのはね。ボランティアの時そこら辺だったんじゃないかな。南の方だったもんね、熊本市から。お、これだ。1.7 水俣。そうか、ゴールデンウィークか。さあ夕飯です。水俣まで来て、これもブリオー、早生ブリオー。なんか早生っていうのが3年で育つのが2年で育つんだよねって言ってたね、今日。通常3年が2年で育つんだって。すごい油だったからね。だからこれちょっと炙ってみようかな、半分焼いてみようかな、ね。とこれは無ジョカサバっていう養殖のサバだからお刺身で。こっちだね、それ。美味しそう。
ちょっと半振りにしようと思って、ちょっとだけ。すごいよ、油がめちゃくちゃ出てきた。油引いてないんだよ。すごいじゃん。すごい。すげえ、マジで。鶏の油。ピーマン炒めようか、これで。いいね。切っとくね。うまそう。めちゃくちゃ美味しそう。サバと。美味しそう。いいね。かけちゃおうかな、もう。甘いのもあるけど、まあいいか。お昼甘いので食べたから。サバも美味しそうだね。美味しそう。サバいただこう。いただきます。ちょっとわさび。わさびね。わさびついてたわさびも美味しそう。すごい美味しい。油乗ってる。いいね。美味しい。あ、最高だ。このさ、サバはもう切れてるの買ったけどさ、ブリすごかったじゃん。焼いても油すごかったんだけどさ、包丁にびっしり油ついてた。すごかった。焼きどう焼き。焼きも美味しい。いい感じ？いい感じです。しっくり食べていきましょう。おお。すごい。ああ、もういい匂い。すごいね。いっぱいだね。イブピアッチェっていうのは何？イブピアッチェ？アンネのバラだって。ね。ああ、これもすごい綺麗。花がちょっと柔らかい感じ。すげえ、めちゃくちゃ混んでるじゃん。ねえ。みんなバラ園に。バラ園に来るんだね。お、味仙ラーメン出てきた。ほんと、熊本に入った瞬間味仙ラーメンだよね。鹿児島になかったじゃん。なかったかな。なかった。見かけなかった。リンガーハッター時々見たけど。だけど、長崎ほどないしね。面白いね。でも結構熊本もちゃんぽんがあるっぽいよ。あ、そうなの？よし、ではこれから熊本市の方に向かって菊陽町だね、見に行ってみます。ちょっとね、昨日調べてたらもう空港も菊陽町なんだね。あ、そうなんだ。そうそういう位置みたい。見て見て。トライクはすげえ。後ろ引っ張ってるトライク集団。みんなこれはノーヘルでいいからね、トライクは。あ、そうなの？でもまあヘルメットかぶってる人もいるね。帽子の人もいたけど、だから運転できんだよ、大型持ってなくても。あ、そうなの？そうそう、車の免許だから。あ、湯の鶴温泉右だって。本当だ、もう看板から廃れた感じがさひなびた感じが看板からいいね。なんか雰囲気良さそうだね。すごいひなびてたもんね。混んでるね、反対側。反対側すごい混んでる。熊本から南下してくるのか。ゴールデンウィーク後半のさ2日目だから、みんな下に降りて遊びに行くのかな。お天気もいいしね。ここから有料に乗るらしい。おお、綺麗だったね。あ、そうかな、前ね。そうかな。あ、違うな。あれはあれか、雲仙か、前ね。さあ、あと1時間ぐらいかな、菊陽町まで。そうだね。今八代過ぎたぐらいなんだけど、で菊陽町を調べてたらさ、調べれば調べるほどなんかすごいね、この町は。もうあそこの TSMC が来たっていうのでさ、人口が今4万4千人ぐらいなんだけど、4万人ぐらいだから、まあ普通の町だよね。ちっちゃな町じゃん。に対してさ、その TSMC の第一工場だけで1兆2000億円の投資だって。
1兆円だよ。何千億とかならまだわかるけど、1兆2000億で、さらに第2工場も今もう決まってて、それも1兆円以上の規模だからすごいでしょ。4万4000人の人口に対してさ、2兆円以上の投資っていうのはもうとんでもないじゃん。この TSMC だけでだからね。で人口も増えてってんのね、どんどん人口も増えてて今4万4000人なんだけど、平成17年だから2005年で3万人ちょっとしかいなかったのに、そこから20年で人口が減ってないの。増えてるの。すごいでしょ。4割ぐらい増えてるの。だいたい減っちゃうのね。減ってるもん。2010年ぐらいからずっと減り続けてるじゃん。そうだからすごいんだよ。ここどんどん増えてってるし、ね。だから今大変言ってるじゃん。いろんなところで人口が減って、なんか消滅の可能性のある町とか出てたじゃん。あ、そうだね。そうそんな中ここはイケイケだし、投資もすごいし、お給料もいいっていうね。であとね、やっぱり熊本からね30分ぐらいで行けるみたいで、だからそういうベッドタウンのあれもある役割もしてるみたいなんだけど、その工場だけじゃなくてね、工場はもちろん入れないけど工業団地は多分通れるからさ、その TSMC とかあるあたりをちょっと見て、どんな感じかなっていうのをちょっと見てみようかな。すごいでしょ。もうほんと長野にいてもずっとそんな話ばっかりじゃん。人がいないんですとかさ、人がいないから営業時間短くしてるとかさ、人材不足だね。そう常になんかどこ行っても人いないとかさ。で別に長野に限らずさ、この前行ってた鹿児島の佐多岬のところの先っぽにホテルがあったんだけど、そこも従業員が揃わなくてもう休業なので、去年の末か今年からだったかな、休業してるの。別に人が入らないとか施設が古くなったとかそういうのじゃなくて、人手不足で休業とかね、結構そういう話を聞くからさ、この菊陽町っていうのはどんな感じなんだろうなと。お給料がいいからみんな集まってくるんだろうね。それもあるだろうね。で集まってもさ、住むとこないとかインフラが整備されてなかったらさ、定住できないけど、多分それが光の森地区っていうのがちゃんとできてたりするから、そういうのも伴ってるんだと思うんだけど。なるほど。で外国の人もね、結構増えてきてるみたい。そりゃそうだよね、台湾の企業だから。そうだよね。新幹線が行った。九州新幹線、鹿児島までビュッと行けます。すごい早いね。あっという間に行っちゃったよ。あっという間に見えてるけど、早い。あっという間に行っちゃったね。あっという間に行っちゃいました。なんで熊本なの？もうね、やっぱ半導体ってさリスクが高いじゃん。というか半導体不足でさ、1、2年前もさ車が納車できないとかさ、もう今全ての電子機器にも半導体って入ってるんだけどさ、結構その半導体リスクっていうのが高いから、やっぱ台湾有事ってよく聞くじゃん。ややこしい国が結構あるからさ、そういうので会社も分散させときたいんだよね、いろんな国で作れるように。なるほど。でもう世界シェアトップだから TSMC は。で日本が多分いっぱい補助金も出してんだと思うの、工場誘致で。多分5000億ぐらい出してんだよね。っていうのもあって、で TSMC 多分中国と他にアメリカにもあると思うんだけど、で日本にも作っとこうっていうので、日本としてもなんかそういう半導体不足とかの時にも調達しやすいじゃん、自分の国にやったら、っていうのもあって誘致したんだ。でもともと熊本っていうのが結構半導体が多くて、そうなんだ。ソニーとかあと東京エレクトロンとかね、そういうのがその菊陽町にあるんだけど、でそういうのもあって、で多分そのもともとソニーってそういう半導体の工場があるっていうのが、熊本水がいいからさ、で半導体洗うじゃん、水で。水をいっぱい必要とするもんね。そう綺麗な水が必要だから、そういうのもあって熊本が選ばれたんだと思うんだけどね。もう必死だったんじゃない？その当時は知らないけど、もう何兆円っていう経済効果だからさ、で見てたら雇用もトータルで1万人ぐらいいくんじゃないかって言ってるから、1万人って言ったらすごいじゃん。すごいね。でね、ここの TSMC の工場はジャスムっていうらしいよ。ジャスム？っていう名前で工場が建ってるみたい。ジャパンアドバンスドセミコンダクターマニュファクチャリング。
でジャスンだ、先進半導体工場ってことだね。けどさ、日本の半導体なんかで言ったらさ、昔はシェア 50% ぐらいあったのに、今や 10% 以下だからね。あ、そうなの？そうだよ。昔はもう日本がダントツのシェアだったのにさ、ね、いつの間にかこんなことになっちゃったからさ、そういうすごい経営者がいたらよかったんだろうね。これは半導体がメインだって言って、全部電気屋さんじゃん。東芝とかさ、そういうところでさ半導体やってたのって、あと NEC とか、そうだね、電気屋さんだからね、半導体だけやろうってやったらすごかっただろうけど、ね、残念だよね。熊本市だね。これ何？麦か。麦だ。すげえ。麦焼酎用かな、もしかして。ねえ、もうこんなに黄色いの？なんか何？二期作、二毛作、二毛作っていうなんかそういうのかな、忘れちゃったね。何が二期作だったっけ？忘れちゃったね。米2回取るのが二期作だったっけ？米と野菜やるのが二期作だったっけ？なんか忘れたね。忘れちゃった盛り上がってる町に行く前に、今もう熊本市に入ったんだけど、すぐそこにあと3キロぐらいでさ、馬肉が買えるお店があるから、馬肉を買ってから行きます。はい。桜刺しの栗山っていうものかな。これ右だね。右？どれだ？あったあった、ここだ。栗山だ。右？ここ右。奥あるかな。桜肉の栗山だ。あ、レストランもあんの？違うか。買いました。結構高級だったね。グラム1440円。高級だね、そう考えると馬刺しって。馬刺しは高級だってさ、もう宮崎牛のさシャトーブリアンが 100g1900 円だったから、そこでほぼ変わらず、ほぼ変わらないことはないけど、すっげえ大きいなこのイオンモール、ね、すごいよ、ずっと向こうまで。ここだけじゃない。混んでるんじゃない？今が熊本市で、こっから菊陽町まで8キロ、20分ぐらい。結構渋滞してるね。そうだね。信号も多いし、街の中だから。そうまずね、光の森地区っていうのを見ていこうか。この整備されたっていうところ、結構大きなね、街になってるっぽいね。地図で見る感じ、ずーっと街が続いてるじゃん、熊本から。もはやさ、菊陽町もさ、あれだね、熊本市みたいなもんだね。そういう感じだよね。このままつながってんだもん。それでも雇用のさ、人が集まらないんだね。熊本がこんだけ近くても大変だね。余裕で、だって電車も通ってるからさ、余裕で通勤通学ってそうだよね、行けるじゃんね。お昼味仙ラーメンでもいいね。いいね。ね、熊本といえばさ、菊陽町は便利かもね。熊本インターから4キロでさ、空港もすぐそこだから、もうめちゃくちゃ便がいいね。そうだね。で電車で熊本駅も出れて、さあここ入ってったら街、バブルの街。でもいいとこだね。こんだけ大きなさ会社もあってさ、阿蘇も近くて海も近くてさ、すげえいいとこかも。空港も近いしね。そうなんかのんびりしてるじゃん、街として。お店もいっぱいあって、ね、お店がめちゃくちゃある。そうバイパスもあるし、お店がめちゃくちゃあるのになんかのんびりしてる感じがあるね。まだでもここは熊本市だね。ベッドタウンって感じになってきたね。なってきたね。光の森駅があってさ、味仙ラーメンあった。後で行こう。住みやすそうな街だね。低いね、でも全部が、だから空が広くていいね。すごいじゃん。比較的新しい一軒家がいっぱいあって。MK あるじゃん。
初めて見た。日本にあるんだね。しかも個人のね店舗で。スタバの横 MK だって。スーパーとかが結構前からありそうな感じだから、開発されて10年以上は経ってそうだね、この街として。ねえ、この TSMC 絡みで開発されたっていう感じではないね。まあ新しいとこも結構あるけど、でもまだこれからどんどんさ、あれが家が必要だっていう話だから、大きなマンションとかが建ってくるでしょ。駅の周りとかあるかもね。でこれが北端ぐらいかな、この光の森の一番上ぐらい。ここ右で入ってきます。めちゃくちゃでかい住宅街じゃん。一軒家が多いね。すげえなこれは。さあ住宅街を抜けて、ジャスムを見に行こうか。 TSMC の工場近いよ。ここから5キロ、6キロ、10分。ちょっと離れた山の方にあるかな。あ、そうなんじゃない。いやでもいいね、山もあってめちゃくちゃいいじゃん。ここ結構のんびりした感じだよね。のんびりしててすげえ住みやすそう。阿蘇大津右、阿蘇の道かなこれ。県道30号、どうだろう。台北東京全部中国語。セミコンテクノパーク。そうそうそう、1.8キロ、いろんなところにテクノパークってあるけど、ここのはすごそうだな。ねえ、でっかいな工場で。めちゃくちゃいいとこだね。ねえ、いいとこだね。阿蘇の麓でね。ここ右だね。東京エレクトロン。大学校でなんか出てたね。半導体コースみたいなのを作ったのが、半導体技術科、定員20名。ここにも大きな会社がある。ソニー。ソニーだね。すごいね、大きいね。すげえな。これはどっちでもいいよ。左かな。このソニージャスムじゃないかな。違うかな。ソニーなんかどうなんだろう。半導体事業って全体の占める割合の相当数なのかな、もしかしたら。どうなんだろうね。これはソニーセミコンダクタマニュファクチャリングだ。ソニー半導体工場。そこに大谷の湯があるよ。温泉があるみたい。混むだろうな、会社帰りでみんな。会社の人と一緒に入って帰る。本当だ、ほら大谷の湯ね。家族風呂もあるってすげえな。ここ右行けるかな。混んでるね。人気だ。あれジャスムだね、目の前。あれ TSMC だ。すごいね。すごいな。巨大。半導体ってあんなんなんだ。化学工場ではもう見た感じ。すごいクリーンルームとかあるんだろうね。まあそりゃそうだよね。あんな埃かかったら終わるもんね。SUS もあるじゃん、ここに。超でかい SUS。アルミフレームの。すごいね。駐車場も巨大。すげえ。みんな気になって見てんだよね。なんだここはって。英語。すげえ。見て。すごいね、これは。
ね。あれがオフィス棟だね、奥が。うでその奥が阿蘇でしょ。ん、そうだね。超いいだ。最高の場所だね。うわすごいよ。なんかすごかったよ。何があった？カフェテリア1階がおなんか IKEA のカフェテリアみたいだった。ー。すごい大きくて、空港までも15分だって。便利だ便利ね。なとこだね。国際線飛んでんのかな、台湾と。まあそりゃ飛ぶよね、今あるかわかんないけど。熊本空港？ダイレクトでありそうだよね。ねえ。熊本台湾の直行便2023年就航。おお。しかもチャイナエアライン、あはい、中華航空、すごいじゃん。ブラックキャリアじゃん。へ LCC じゃなくてもあんだね、やっぱり。ーすごいね。あとスターラックスっていう、これちょっと知らないね。 LCC かな、ちょっとわかんないけど、そりゃ飛ぶよね。ますます熊本にさ、うん別にこの関係者以外もいっぱい来るじゃん、うん。阿蘇とかにね。うんうんうん。温泉もあるし、いいね。あーすごいね。あそこら辺が町かな、菊陽町の。うん多分なんかビルが高いビルがいっぱいあるからね。町役場とかがあって、うん。けど町の規模じゃないね、市の規模だよね、これ。そうだね。これか、町役場。あ、そりゃこの規模だよね。街って言ったら普通このくそうだよね、らいじゃない？ 4万人だもんね。あ、今日は休みか。休みだな、多分。そうだね。いいか、じゃあ通過です。すごい、こんなん語ってる。菊陽町へようこそ。 TSMC ジャスム従業員の皆様を歓迎します。すごいね、そんなん初めて見た。ああ、台湾語、中国語と、うんって書いてあるすね。ごいね。街でそんなん書かれたことないね。ねえ。ねえ、なんかもっと家がボコボコ建ってるかと思ったらさ、まだそんなだね。うん。ねこれからいっぱい立ちそうだけどね。さあさあ、味仙ラーメン。そうなんだ。今日は味仙ラーメンと黒マー油ラーメン、唐揚げセット一つは。お、うまそうだよ。美味しそう。すごいね。ちょっともらい、いただきます。うまい。美味しい超うまい。すごい。お餅食べてみた。あ、これ味仙ラーメンめちゃくちゃ美味しいじゃん。ちょっとホーチミンのと違う。あ、そう。細麺でめちゃくちゃうまいよ。細麺のなんかちょっとつるっとした感じの。うまっ。お味噌でしょ？あ、美味しい。美味しいね。まあ久しぶりのラーメンだね、なんか。あ、美味しかったね。すっげえうまかったね。え、細麺いいね、やっぱり。いいね。さあ、では菊陽町を後にしてはい。北上していきます。はーい。いや、今さ、ショッピングセンターでアルバイト見てたんだけど、1050円ぐらいだった、どこも。そうだね。だから時給1500円とか2000円とかさ、ニュースでやってたけど、一概にそうでもないっぽいね。だからニセコの方が全体的にバブリーな感じはあったね。そうだね。ここは別に街とかも普通の感じだし、うん。そんな全てが高いって感じもなかったし、うんまあ工場1個あるだけだもんね。まあ売ってるスーパーで売ってるものもね。ああ、そうだね。そんなに変わりはなかったそうからそうそう。ニセコはちょっとすごかったからね。うん。まあだけど多分時給がいいとこはいっぱいあると思うよ。うん。だよね。そうだよね。お、海に出た。大牟田だね。あの向かいが多分長崎だよね、もあ、そうなの？うんそんなとこまで来う。たんだ。そうだね。
これだから有明海だよ、噂の。噂じゃないか。噂の噂ではないけど、有明海。海苔とかさ、いろいろ。福岡県大牟田市です。はい。佐賀市に入りました。はい。佐賀県佐賀市です。さあ、自由の時間です。今日は佐賀だけど、熊本で買ってきた馬刺し。で今日はね、赤身とあと二重子っていうところだね。どっちが二重子だ？こっちだよね、多分。この油がついてる。そうだよね。これで 200g プラスおまけ。でこれは全部サービスしてくれて、この切ってくれて、で 100g1440 円かな。でこれ 200g だから3000弱だね。そうだね。いいよね、これ切ってくれてさ。生姜と早速どうぞいただいてみよう。今日はもうお弁当買ってきましたよね。そっちお刺身、お寿司なんだそれ。いいんだよ、お寿司。いやいいけどさ、俺これからいただいてみよう。赤身かな、わかんないな。いただきます。すごい歯ごたえがあるよ。美味しい。結構固めのね。なんかいっぱい説明してくれたじゃん。こっちは歯ごたえがあるけど、若いからいいでしょうって言って。あ、美味しいね。美味しい。こんな赤身ももらって食べてみよう。臭みゼロだね。美味しい。あ、二重が美味しいね。こっちより二重子の方がさ、より歯ごたえがあるね。あ、ほんと？結構淡白だね。淡白の方が結構好きかも。ほんと？うん。